ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は白くて可愛い花玉すだれを描いていこうと思います。形の取り方や描き方、それを使った作品も仕上げていますので、最後までごゆっくりお楽しみください。正面から見た花は丸を基本に考えます。花びらは6枚なので3本の中心を通る線を描くと描きやすいと思います。中心から円周に向かって6枚の花びらを描きましょう。めしべを1本、おしべを6本描いて出来上がりです。斜めから見た花は中心を少し下にずらし描いていきます。その点を通るように3本のラインを描き、点から円周に向かって花びらを描いていきましょう。下の方に描く花びらは短くなります。横から見た花は平べったい楕円形を描き、中心となる点を取ります。奥に見える花びらを3枚、手前に見える花びらを3枚描きましょう。花の根元の部分を少し膨らませて出来上がりです。葉は細くスッと伸びている感じです。チタニウムホワイト、ウェッジウッドグリーン、ストローを使って花を描いていきます。今回は大きめの丸筆を使いました。幅は6ミリぐらいです。筆の穂の半分ぐらいまで絵の具を取ります。筆先を紙につけたら引っ張るようにストロークしていきます。ストロークの途中で筆を強く押し、最後は上に上げていく感じです。最後の方で筆を回転させると細いラインで終わることができます。細長い花びら、丸い花びら、いろいろなストロークを練習すると良いでしょう。斜めから見た花も花芯の点に向かってストロークをしていきましょう。下の方の花びらは短くなります。下の中央の花びらは何回かのストロークで描いていきました。横から見た花は奥の花びらから描いていきます。奥の花びらと花びらの間に花びらの先端が来るように描いています。一番左の花びらに翻りを描き、花びらの間隔が空きすぎないようにしました。丸筆の2番で花の根元の部分を描いています。花びらの色と馴染むように塗っていきましょう。ステンシルブラシの絵の具の量を調節して花芯の部分に色をつけていきます。3色を混色したアイボリーのような色でおしべの茎の部分を描いていきます。ライナー筆を使い6本の茎を描きました。ライナー筆でストローという黄色を取り、花粉の部分を描いていきます。放射状に広がったように描いていきましょう。めしべも混色してアイボリーのような色を使います。ライナー筆で3つの点を打ち表現してみました。ウェッジウッドグリーンで茎と葉を描いていきます。葉は細いのでライナー筆でスッスとストロークして表現してみました。この描き方で作品を描いていこうと思います。新たに加えた色はサップグリーンです。道の片隅に咲いていた玉すだれを描きたいので、まず雑草の葉っぱから描いていこうと思います。丸筆でいろいろな方向に葉を描いているところです。白い花を描くので、できるだけ空間を緑で埋めようと考えています。水で色を薄くしてさらに葉を描き加えました。最後は薄い緑で花を描く部分を塗り、白い部分を少なくしました。大体の花の位置を決めます。
先ほど解説した花の描き方で花を描いていきます。後ろの葉の色が透けるので2回目のストロークをしました。実際にストロークするときは描きやすい方向にスケッチブックを動かして描いています。この花は斜めから見た玉すだれの花です。横から見た玉すだれの花です。ウェッジウッドグリーンのサイドローディングで花びらの根元の部分に影をつけてみました。作品が完成しました。額を置いて仕上がり具合を見ます。野に咲く花の雰囲気が出ているでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどございましたら、コメント欄に書いていただけるとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。